おはようございます。ベトナム縦断も2日目になりました。今日は1日ですね、ホーチミンをブラブラしようと思ったんですけど、ホーチミン実は来るの初めてじゃないんで、前回来た時に観光らしい観光しちゃったから、今日何しようかなと思ったんですよね。観光らしい観光って例えばメコン川のクルーズに行くとか、あとベトナム戦争でできたトンネルがいっぱいあるんですけど、ベトコンがいっぱい作った、そういうのを見に行くっていうのがホーチミンだとすごい一般的なコースなんですけど、したことあるからどうしようかなと思って、で今回はベトナムの寺を見に行こうと思いまして、で今ベトナムの寺を見に来てます。これホーチミンで一番でかい、日本語でいうとこの永元寺っていうお寺になります。あそこに永元寺って書いてありますね。ここ僕前から来てみたかったんですけど、なんで来てみたいと思ってたかって言いますと、実はここですね、日本の曹洞宗のお寺なんですね。ホーチミンで一番でかい寺が日本の曹洞宗の寺であるっていうのはすごい面白いなと思うんですけど、なんでかというと、ここを建てた人がですね、日本の曹洞宗で修行した2人のベトナム人のお坊さんが帰ってきて作ったからだそうなんです。だからちょっとどんな感じかなと思って来てみたかったんで今来てみたんですけど、あれでもこうやって見るとあんま日本っぽさないですね。まあこういうのはちょっと日本っぽいかな。でもあんまり日本っぽくないな。めちゃくちゃ普通にベトナムのお寺ですね。これ言われなかったら曹洞宗の寺ですって絶対気づかないんじゃないかな。そしてなんか下手するとこれ閉まってんじゃないかってか、なんか入れないんじゃないかって気がしますけど、閉まってる。でもこの金剛禅とかは日本っぽいですね。面白い。ベトナム自体はすごいもともと仏教の国です。もともとダルマ禅師とかも中国に布教した後はベトナムに来たこともあるぐらいで、ずいぶん昔から仏教が盛んな国です。ただフランスに植民地にされてたんで、その時はキリスト教が盛んになったので、ホーチミン市内もすごいキリスト教の教会がいっぱいあるんですけど、これ面白いですね。平和の鐘、日本の福島県福島市曹洞宗の円通寺の住職吉岡宗和っていうんですかね、孫子がベトナム戦争の長期化を憂いテト休戦を提唱実現させ、さらに恒久和平を祈り、1969年当寺に、当時に平和の鐘を、これがだからこの鐘がってことですかね。で97年にその人は死んじゃったのかな。でも面白い。じゃあ日本の曹洞宗で修行したこのベトナム人は福島で修行してたんですかね。1969年っていうとまだまだベトナム戦争全然終わってないですもんね。これ日本から送られた鐘なのかな。ってか日本語が書いてある。しかも鐘の名前が平和鐘って書いてありますね。平和章っていうのかな。面白い。日本の仏教徒がベトナムの和平を記念して送ったと。あと元日本軍人の菩提のために永元寺に寄進する。そうですよね。ベトナム戦争の前も第二次大戦時に日本はインドシナに進駐してますから、結構日本人の兵士もここで死んでるんでしょうね。でも曹洞宗の総本山に総持寺って横浜にあるんですけど、
そこから送られてることになってるのかな。でもこの鐘自体は京都で作ったみたいですね。京都の製造会社が書いてあります。日本の物資こぞりて捧げたる平和の鐘はベトナムになる。なるほど。ベトナム戦争って僕は当然終わってから生まれてるんでよくわかんないですけど、やっぱ当時は世界的に注目の的だったんでしょうね。当たり前ですけどね。いや今ウクライナの戦争がまだまだ終わりそうにないですけど、あれも長引いたらベトナム戦争みたいに世界中から平和運動の対象になるのかもしれないですね。しかしこの中は入れないのかな。ベトナム最大の寺らしいんでやっぱ広いですね。この横の住居みたいのもこれ寺なのかな。こっちの方もつながってますね。でも今日は何なんだろう、これいつも閉まってるのかな。残念ながらどこのお堂も開いてないですね。でも面白いのはやっぱ日本の曹洞宗だって割には全然日本っぽさは感じないですね。完全にベトナムローカルのお寺ですね、これは。でもこれはちょっと日本とか中国っぽいですね。鯉がこれ胡蝶蘭。こういうのを見ると僕は日本人なんでやっぱちょっと和んじゃいますね。面白いな。今日はここは入れるんだ。これは誰だろう、作った人ですかね。でもきっとそうなんだろうな。ちょっとタイみたいですね。こういう花とかフルーツいっぱいのなんかこの仏前にこういうのを置くこと自体がすごい東南アジアっぽいなと思います。ベトナムの仏教は、大乗仏教で日本と同じ系統の仏教のはずなので、東南アジアっぽいことを除くとやっぱ結構日本っぽいですね、やっぱり。もう漢字を多用してるところはやっぱり中国の影響が強いんだろうな。こんなものかな。他になんかやっぱただの寺だからか観光地っぽくなってるわけではないですね。いやすごい、数珠の代わりに花のなんかつなげてますね。花の数珠なのかな。やっぱ残念ですけど、ここ空いてる日は空いてるらしいんですけど、今日は空いてないそうです。いつ空いてるのかいつ閉まってるのかって聞いたらなんかあんま決まってないみたいなこと言われたんですけど、本当ですかね。そんなことあんのかなと思いましたけど、他にもだらだら寺を回りたいと思います。市内の移動はグラブを使ってるんですけど、近いところはグラブのバイクで移動してます。ホーチミン結構こじんまりしてるから観光資源も大体、遠くまで行かない限り車じゃなくてバイクの方が一人は楽かもしれないです。でレックスホテルっていう中心地からここまで来たんですけど、それ大体22万5000ドンなんで、2万5000ドンっていくらだろう、140円ぐらいですね。というわけで続きも、グラブバイクに乗っていきたいと思います。
次はこの福海寺っていうお寺に来ました。ここすごい有名なお寺で、ピンク色なんですよね、全体的に。で、僕が昔ベトナムに来た時にちょうどアメリカからオバマ大統領が来てるとこだったんですけど、その時にですね、オバマ大統領がここに訪れたっていうことで有名な、お寺です。いわゆる道教の寺ですね。なんで道教の寺なのにピンク色になったんだろうってすごい思いますけど、まあそんな言われのある有名なお寺です。やっぱりめちゃくちゃ道教っぽいナマズだ。台湾とかにありそうですね。すごいな。入れるのかな。よいしょ。めちゃくちゃ日輪が電光で装飾されてる。すごいですね。日本の感覚だとありえない。いや、すごいな。なんか商店街のレストランじゃないんだから、ブッダの後ろになんだあれ、すごいですね。まあ面白いっちゃ面白いです。おお、やっぱ完全に道教ですね。こうやって見ると綺麗ですね。これ道教は詳しくよくわからないですけど、でもやっぱちょっと台湾の寺に似ているのは道教の寺も結構こんな感じなんで、かなり中国の文化そのままの寺って感じですね。2階に登ってきて外に出てみたんですけど、こっから見てもピンクだらけですね。あとエメラルドグリーン。なんでこんな色になったんですかね。面白いのがここに祭壇が設けられてて、人がこっから向こうに対して礼拝みたいにするんですよね。ちょっと何もない空間に礼拝すると面白いなって思いました。一体どういうことなんでしょうかね。道教だけど完全に仏教の感じですね。これも梵字だし。なんかこういうのを見るとやっぱ儒教的な感じがしますね。やっぱ仏教って書いてあるし、あ、てか涅槃がある。仏教なんですね。面白いですね。これ人が焼かれたり煮たりされてますね。悪いことするとこうなるんでしょう。なんだろう、閻魔様なのかな、あれは。犬に食われるとか
ごいな。こういうなんか宗教チックなのってやっぱりいろんな国によっていろんなものがあるから面白いですね。これ一つずつできることならば説明してほしいですね。意味が分かんないから。こうやって見るとなんか折檻されてる人が多いですね。やっぱ嘘をつくなとかそういうことなんですかね。嘘をつくなとか悪いことをするなとか、すごいな。もうなんかありとあらゆる拷問されて、これなんか人バラバラにされてすごいこれは閻魔様のとこなのかなって感じですね。面白い、すごい面白いですね、こういうの。こっちはなんかそんなに問題がある感じじゃないですね。殺されたりしてね。面白いな。もっと仏教の景色があるとさらに面白いんでしょうけど、母親が並んでる。何なんだろう。あそこ真ん中にいるのも女性ですね。子宝のなんかなのかな。さっきのところから20分ほど来まして、天郷区ヒーハウですねにやってきました。ここは結構有名で多くのガイド客、観光客が、実際問題来てる感じですね。すごい立派なお寺ですね。これはなんか1760年に作られたベトナムで最古のお寺だそうです。撮影したのか。これはもしかしたら商用かな、わかんないですけれども、結婚式の写真とかをめちゃくちゃ撮影する文化、10年以上前には来た時はあんまりなかったんですけど、最近すごいありますね。なんかホーチミン来たら久しぶりにみんな中国人みたいにとか韓国人みたいにいろんなところで格好つけて写真撮るのが一般的になったんで、ちょっと驚きました。面白い。5万元とか書いてあるけど、あれ日本人の名前も書いてあるな。こっちもドンだけど、ベトナムドンですけど元っていうふうに表記するんですかね。いやでも面白いな。この渦巻きの成功がすごい有名みたいですね。うわ、すごい線香の香りとかがむせ返るような感じです。すごいですね。これ線香火つけて毎回毎回あげるんでしょうね。そっか、あそこに木枠があるから全部つけてから木枠を多分持ち上げてんでしょう。しかし壮観だな。なんかちょこちょこ炭が落ちてきてます。下にいると絶対炭に当たって熱いんだろうなって感じですね。立派ですね。しかし1760年か、確かに古いですね。あっちの石とかもう苔が、でも色彩豊かで、あっち綺麗なお寺ですね。
信号聖母、すごい面白い。さっきのお寺とは違って本当になんかなんだろう、きらびやかなのは変わらないんですけど、さすがに電飾とか使ってないですね。あ、ここも渦巻きの線香が、ちょっと渦巻きの線香がですね、鳥の糞みたいに落ちてくるんで、気をつけるべき時は気をつけないといけないかもしれないです。ここもすごい撮影してる。あれは背が高いからさすがにモデルさんかな。というわけで寺はいいですね。面白いんですけど、パパッと見てると10分程度で見切れちゃいますね。やっぱここは古いお寺だから昔ながらのちゃんとした中国語でいろんなことが書いてありますね。最近だな、中華民国59年、華僑の人たちがきっと寄付してるんでしょうね。1990年って書いてありますもんね、これも。修繕した時の記念か。なるほど。やっぱ現地の華僑にとっては非常に大事なシンボルなんでしょうね。確かに一番古い寺ってシンボリックですもんね。綺麗ですね。綺麗ですねってモデルさんも綺麗ですけど、寺が綺麗ですね。本当抜けるような綺麗な空だな。今ちょっと次の寺に行きたいと思います。先ほどの天後宮からですね、徒歩2、3分ですね。ここに恩蘭っていう寺があります。恩蘭会館って日本語では読めますね。こっちも恩蘭か。寺は反対方向ですけど、これは何があるんだろう。すごく彩色が豊かなお寺ということで、あんま観光客的には有名じゃないかもしれないですけど、有名なお寺だそうです。やっぱ恋なんですね、どこ行ったって。いいですね。なんか向こうの岩の作り方とかめちゃくちゃ中国っぽいですね。さて、恩蘭会館行ってみたいと思います。すごい極彩色と言ってもいいですね。なんかすごいな。これはすごい彩色が豊かですね。すごいな。でもいろんな神様をめちゃくちゃ祭りまくってるという感じだそうです。さっきのところみたいに天後宮だけを祀ってますよとかじゃなくて、
ろんな神様が、まあそこに仏もいますし、ね、いるそうですね。五宝天すごい、本当に中国っぽいですね。もちろん東南アジアっぽさもあるんですけど、ここまで金色だとすごいな。めちゃくちゃカラフルですね。こっちまでつながっている。これはすごいや、いろいろとありますね。何燃やしてる、なんだろう、なんか護符というかお祈り事を燃やすんですかね。へえ、そっか。こうやって線香を買って多分一つ一つの、仏前とは言わないのかな。なんかすごいですね。黒人の神様みたいなのいますね。初めて見た。次はですね、この義安保育館、保育館義安ってところに来ました。関羽、三国志の関羽ですね、蜀の関羽が祀られているとこだそうでして、日本でいうところの関帝廟ですね。関羽って軍人ですけど、商売繁盛の神様になっている関羽だそうです。すごい、めちゃくちゃ商売繁盛の神だからか知らないですけど、ミロとかバスケットゴールがスポンサー付きであんなところに置いてあります。一体何なんだろう。ステージがありますね。ベトナムっぽいハスの花なんですかね、あれは。さっぱりしてるな。小学生みたいな子たちが体育の授業をここでしてるんですかね。確かにあれ小学校かな、向こうにあるの。幼稚園か小学校か向こうの奥にあるみたいですね。ここまで来ると関帝廟って感じですね。すごい。なんか複層的に見えて綺麗な寺ですね。ここも極彩色というか、実に中国らしい色の使い方ですね。本当複層的で綺麗な寺だな。関羽ですね。比喩が長い。商売繁盛によって違う寺に見に行きたいと思います。ここら辺なんか寺が集結してるんですね。歩いて5分以内ぐらいに4つぐらい寺があって、でこれは恩本っていう寺です。恩本寺、福って書いてありますけど、福建省から来た商人が建てたお寺だそうです。なんかですね、幸せ幸福を祈るための
寺というふうに説明がされています。あ、本当だ。福建に府会館、福建府の会館ここにあったってことですかね、昔は。東南アジア来るとよく福建省の人たちの遺構みたいのが、遺産とか遺構とかいっぱいあると思うんですけど、福建に府会館、まあきっとこれも福建省の人たちのなんか遺産みたいな感じなんでしょうね。あ、でもなんか中はちょっとこじんまりとした感じで、福前特部、まあなんか幸せを祈る、まあ、ちょっとよくわかんないですけど、台湾とかによくある中国のお寺って感じですね。岐阜会館、面白い。ここも線香の香りが結構漂いますね。あ、裏側にも何かありますね。結構国体民安っていう文字、こっちのお寺にはいっぱいありますね。何なんだろう。国体民安自体は昔からある中国語だからずっと使ってるってことなんでしょうけど。玉光大帝、僕はちょっと知らないですけど、まあ、そういう人を祀ってるみたいです。ベトナムの福建に府会館を修復した時の記念に作ったって書いてありますね。なんか中国のこういうのいいですよね。こういうなんか岩掘って水流すところになんか橋とか家とか、あと仙人みたいにちょこちょこって入れるんですよね。あそこにカエルもあるけれども、これも可愛くて僕は結構好きです。なんだろう、これは孫悟空ですかね。あ、そうだ、絶対孫悟空だ。孫悟空こういう風に飾るもんなんですか。僕はあんま見たことないですけど。面白いね。びっくりした。関羽がフォーの器を持って飯食おうとしてるのかと思ったらちょっと違いましたね。なるほど。じゃあまたちょっと違う有名なお寺見て回りたいと思います。今度はヤックラムという寺に来ました。まあ上に書いてありますけど、鶴林寺って呼べますね。これはなんかベトナム人の中ではすごく有名なお寺だそうでして、小学校のベトナムの教科書に載っちゃうぐらい有名なそうです。五重の塔、五重かな、もっとあるか、こういう塔とかも含めてすごい古いらしくてですね、
さっき天後宮行ってきましたけど、あれも1760年に作られたので、めちゃくちゃ古くて、中国寺院としては天後宮が一番古いらしいんですけれども、仏教の寺院、仏教全体の寺院としてはこっちの方が古くて一番古いそうです。こっちのヤックラムが1744年って書いてありましたね。仏教自体の伝来はもう達磨が来てるぐらいですから、もっと前からあると思うんですけども、寺自体はそんな残ってないというか、ないんですね。なんかそれがベトナムの面白いところだなと思います。ここもなんか日輪が電光掲示板で光ってるっていう、ちょっと面白いですね。他のお寺と違ってなんかちょっと広いですね。鶴林寺、なんか意味があるのかな。結構主張してるお坊さんも数が多いなという感じです。なんだろうあれ、なんか中大美、なんかいろいろ書いてあるんですけど、全部ベトナム語だな。これ一言もわからない。なんか意味があるんでしょうね。池は枯れちゃってますけど、中入れんだ。何なんだろう。いや、これは入らない方が良さそうだ。ハンモックなんかもありますしね。完全に作業員のなんかやってる場所ですね。鶴林寺広いですね。この鶴林と日本だと読むと思うんですけど、これでヤックラムとベトナム語では発音するらしいです。いやでも本当に広いな。お寺、これはお墓ですかね。今まで見てきたベトナムの中国系の寺院の中では一番広いですね。でっかいブッダがあります。なんかちょっとやっぱり南洋系の、南洋とまでは言わないんですけど、南方系の顔立ちしてますね。日本の新しい仏よりももうちょっと南っぽい顔立ちしてるなと思います。さてこっちはお経をあげてるんですね。日本のお経に比べると随分とリズムが速いですね。ここは入れんのかな。入れない。鍵がしてある。木魚叩くとことか日本と似てますね。この光景はかなり日本と似てるな。ただちょっとお経が日本人も歌っぽいですね。なんでなんだろう。本当に広い寺ですね。こっちにもなんかある。けどこれは全然開いてないですね。立派だな。なんかこの木彫りいいですね。かなり新しそうです。漆がまだ光ってますもんね。さっきから猫が多いんですよね、このお寺。あそこにもいるな。なんだここ。
ハエみたいなの安置してるのかな。また猫が餌あげる人が多いのかもしれないですね。あそこにも猫が、こっち見てるな。いや面白い。あそこにも猫が寝てますね。さーて、じゃあ次はですね、ここからちょっと多分30分から1時間かかんないかな、遠く離れたところにあるんですけど、ちょっと有名なナショナルジオグラフィックとかにも掲載されちゃうようなちょっと有名な郊外のお寺に行こうと思います。結局すごい混んでたんで、タクシーの中で1時間ぐらい寝ちゃいました。これがブーロンっていう寺ですね。ブーロン寺っていうんですけれども、向こうの方に金色に輝くパゴダが見えますね。なんでもですね、ナショナルジオグラフィックって有名なアメリカの雑誌あると思うんですけども、あそこで最も美しいアジアの寺院20選っていうのに選ばれたそうで、今結構世界的に有名なお寺の一つになってます。この先に先ほど見えた金色の寺院があるはずなんですけど、なんかレストランとかもあるんですね。おお、これか。あ、確かになんか寺っていうかなんか宮殿というか王宮みたいな感じですね。すごい立派です。金かかってるな。うわ、すごいですね。そこにビークワイエットプリーズって書いてありますけど、めちゃくちゃ観光地の割にはやっぱり寺だからみんな静かですね。ビュッフェとかあるんだ。うわ、確かにこれは綺麗な寺だな。なんかザラザラする岩ですね。中には入れないみたいですね。しかしこれ寺っていうか宮殿ですよね。本当に王様とかが住んでてもおかしくなさそうです。すごい凝った作りですよね。なんかあそこら辺の尖り具合がなんかタイっぽいですね。タイの寺院っぽいな。こっちにも他のなんか金が一つのモチーフなんですかね。いろんなところに金色になってますね。でもやっぱりホーチミンから1時間ぐらいかかっちゃうから、
思いのほか観光客少ないですね。確かに1時間かけて寺だけ見に来る、しかも中に入れないってなるとしょうがないのかな。おお、なんかちょっとスリムな感じの、でも手だけ太いブッダですね。やっぱ海外の寺に来て仏像を見ると、いろんな国のいろんなスタイルのブッダが見れて、ブッダっていうか仏像が見れて面白いなと思います。一番上のパゴダの塔の上、あれは何なんでしょうね。すごいけど、これ中も公開してくれたらいいのになって感じですね。さっきからこういう丸いのが見れるんですけど、ちょっとインドっぽいですね。すごい、やっぱ記念撮影する人が多いですね。あっちにも鐘とかいろいろあるな。しくじった。ここラソクにならないといけないみたいです。しまった、靴のままバンバン歩いてしまいました。失礼なことしてしまった。でも服脱げって書いてない、服じゃないや、靴脱げって書いて、あれベトナム語で靴脱げって書いてあるんですかね。これはしくじったな。あそこにフリーシューズバッグって書いてあるぐらいですから、日によったり時間によっては空いてる、中入れるんでしょうね。一応ここは6時までは普通にやってるってネットには書いてあった、ネットというか Google には書いてあったんですけど、今のところここは空いてないです。結構やっぱちゃんと主張してるですね。あそこに涅槃像がありますね。綺麗だな。ベトナムで見た涅槃像の中で一番でかいかもしれないです。しっかり目閉じてますね。なんか薄め開けた涅槃像とかもありますけど、さて
なんかここは小高い丘の上にポツンとこんなでかい寺が一つあるだけなんで、ちょっとアクセスが悪いっちゃアクセスが悪い場所ですね。ちょっと日程に余裕がないと観光で来てる場合ここまで来ないかもしれないなと思っちゃいましたけど、でもなんか来てみたかったんで来れてよかったです。あそこに見えますね。というわけで寺を5、6個は回れたのかな。寺を見て回るのが好きなんで寺を見れてよかったですね。というわけでじゃあもうちょっとここら辺だらだら見てホテルに戻ります。ホテルに戻ってきました。そうですね、向こう側がすぐホーチミンの市庁舎で、すぐそこにホーチミンの大統領像もある。やっぱレックスホテルってすごいいい立地ですね。5階がルーフトップバーになってるんですけど、そこでクラブハウスサンドイッチ頼みました。2000円ぐらいですかね。こっちの中では相当高い価格だと思います。このなんかレックスホテルってすごいベトナム戦争系の映画とか見るとすごい有名で、今ここの5階のルーフトップバーにいるんですけど、こんな感じなんですが、ベトナム戦争中はアメリカ軍が夕方の5時にいつもここで従軍記者に対してベトナム戦争経過を記者会見する場所だったんですよね。なのでここって当時はアメリカ人がいっぱいずっと泊まってるようなホテルだったりして、何回も映画の舞台とかそういうものに取り扱われてるようなホテルですね。めちゃくちゃ立地もいいんで、ベトナムに初めて来るとかだと、ホーチミン初めて来るとかだと観光にもいいからすごいおすすめなホテルだったりはします。ということでちょっと食べてみます。いただきます。おいしい。ベトナムってやっぱりこう言っちゃなんですけど、フランスに占領されてたからか分かんないですけど、パンが美味しいんですよね。東南アジアで一番パンがうまいんじゃないかと思います。おいしい。ですね、ベトナム縦断の2日目はこれで終わりです。で、明日からようやく本当にベトナムを縦断し始めます。明日 SE22 便でですね、ホーチミンから海側の方に来まして、ニャチャン行きます。リゾート地で有名なところですね。411キロの行程を5時間42分で行くって感じですね。いやー、久しぶり、半年前にアメリカ一周アムトラックで乗って以来ぶりの鉄道旅行、ちょっと今からワクワクしてます。いや、ちょっと楽しみですね、ベトナム統一鉄道。いやー、というわけで、ベトナム縦断の2日目はこれで終わりにします。ありがとうございました。